こんにちは、安室です。トランプ大統領が暗号資産に前向きな発言をして、暗号資産が全面高になりました。全面高。24時間の最大上昇率は、ビットコインはプラス 9.9%、イーサレムはプラス 23.9%、XRP はプラス 14.2% です。時価総額上位のコインの中で一番上昇率が高かったのはハイパーリキッドのプラス 25.2%。ちなみにトランプコインはプラス 34.8% 上昇しました。これはビットコインの月足チャートです。史上最高値は2025年10月につけた1897万円。暴落モードに入り、今年2026年7月に940万円まで下落しました。最高値の半分。そしてトランプ大統領が演説で暗号資産に前向きな発言をしてビットコインが上昇し、2ヶ月半ぶりに1100万円台をつけました。トランプ大統領の発言内容を説明します。トランプ大統領は暗号資産やテクノロジー業界のトップをホワイトハウスに集めて会合を行い、暗号資産について語りました。暗号資産市場、予測市場、分散型金融などに関わる出席者について、この部屋にいる人たちは商業市場の未来がアメリカで開拓され、完成されるようにしている。アメリカはこれらの市場をめぐって他国と競争しながらうまくやっていて、AI を含めあらゆる面でリードしている。と述べました。バイデン政権時代の暗号資産政策を批判し、暗号資産や新しい金融技術について中国やその他の国々に徹底的にやられるところだった。厳しい規制によって発展を押しつぶそうとしたことでイノベーションが海外へ追いやられそうになったけど、我々は暗号資産への戦争を完全に終わらせた。暗号資産は活況になっている。という趣旨を発言しました。続いて、これまで実施した暗号資産政策について説明しました。中央銀行デジタル通貨の禁止。プロジェクトクリプトを立ち上げて、金融市場がブロックチェーン移行できるようルールを近代化。戦略的ビットコイン準備金を設立し、ビットコインを財務省の恒久的な資産にした。その他のデジタル資産については、デジタル資産備蓄を創設。ジーニアス法を整理し、ドルに裏付けられたステーブルコインの幅広い普及への道を開いた。などを挙げています。そして具体的な暗号資産サービスの名前が出たのがサプライズになりました。ハイパーリキッドです。ハイパーリキッドはアメリカ生まれの人が立ち上げ、シンガポール法人として開発し、ケイマン諸島に財団を置く世界最大級の分散型デリバティブ取引所です。トランプ大統領はハイパーリキッドを完全に規制に準拠し、合法的な形でアメリカに持ってくるために取り組んでいると説明しました。この発言を受けてハイパーリキッドが大きく上昇しました。その他、アメリカが世界の金融センターであることから国民が大きな利益を受けていて、それを維持したい。我々はこの場にいるような開拓者のために明確な規制の枠組みを作ることに集中している。とも発言しました。トランプ大統領は次のステップとしてクラリティ法案を成立させる必要があると述べました。クラリティ法案は非常に強力な市場構造に関する法律であり、中国より先を行き続け、他の全ての国より先を行き続け、次のイノベーションとイノベーターの波への扉を開くものである。と説明しました。そして記者との質疑応答でビットコインについて注目される質問が出ました。その質問は、政権は大量のビットコインまたはその他の暗号資産を蓄積する計画がありますかです。この質問に対しトランプ大統領は、Let's be talked about。それについては話し合っています。ポールとグループ全体に任せ、何らかの提案を持ってきたらもちろん耳を傾ける。と補足しました。以上が会合の重要な発言です。
このようにトランプ法で暗号資産が全面高になりましたが、実はトランプ法だけが上昇理由ではありません。これはビットコインの1時間足チャートです。トランプ大統領が発言した日時は日本時間の8月20日午前3時40分から4時です。チャートを見るとビットコインの大きな上昇は8月19日23時頃から始まっています。上昇の材料になったのは米財務省の発表です。米財務省は長期国債の買い戻し上限を1回20億ドルから少なくとも40億ドルへ引き上げると発表したことです。日本円にすると1回約3200億円から6400億円に倍増。上限を引き上げる目的は長期国債市場の流動性を高めることです。背景には長期金利の上昇もあります。ここでいう1回とは買い戻しオペレーション1回のことです。なのでオペレーション回数が従来通りなら四半期ベースの最大買い戻し可能額も大幅に増加することになります。財務省がドルを売って長期国債を買うと法定通貨の流動性が高まり、国債価格が上がることで長期金利が低下。それによって安全資産である米国債を持つ魅力が相対的に低下するため、投資家の資金が株や金やビットコインなどのリスク資産に流れやすくなります。実際、発表後に長期金利は低下、ドル円は円高方向に触れ、ビットコインと金が上昇しました。さらに前日には、米証券取引委員会の SEC が暗号資産の規制緩和を発表したことも追い風になっています。クラリティ法案がなかなか決まらない中、SEC 自らが動いたのはなかなかのインパクトです。SEC の暗号資産ルールの名前は、レギュレーションクリプトアセットで402ページに及ぶ大規模な規制案です。目的は、暗号資産プロジェクトが米国内で資金調達しやすくする、暗号資産のイノベーションを阻害しない、投資家保護は維持する、この3つを同時に実現することです。ルールは4つの柱でできていて、1つ目は、立ち上げ初期の暗号資産プロジェクトが最長4年間で最大500万ドル、約8億円を通常の証券登録なしで調達できるようにする制度。2つ目は、成長した暗号資産プロジェクトが1年間で最大2000万ドル、約32億円、または最大7500万ドル、約120億円を通常の証券登録なしで調達できるようにする制度。3つ目は、条件を満たした暗号資産は証券として扱わなくする制度。4つ目は、州ごとに異なる証券登録を求められないようにする制度。クラリティ法案に書かれている大枠を SEC が既存権限で実際に使える制度へ煮詰めてきたという内容になっています。8月9月のビットコインは夏枯れ相場で下落することが多く、まだ油断はできませんが、ここ数日はポジティブ材料が連続したので、今後の動きは要チェックです。この動画が参考になったらグッドボタンをお願いします。このチャンネルでは投資判断に役立つ深掘り情報を解説しています。次回の動画を見逃さないようチャンネル登録をしてください。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。